こんにちは、あおいです。今日はほうれん草のツナサラダをご紹介します。このレシピは保育園で子供たちに人気なだけではなくて、先生たちからも美味しかったので教えてってたくさん言われたレシピの一つです。それでは早速作っていきましょう。1センチ幅に切っていきます。ここが結構分かれ道。保育園管理士葵の給食室。今日はほうれん草のツナサラダです。人参は細切りにしていきます。今日はもう皮を剥いてあります。細切りと言いながら結構薄めに切っちゃったんで、多分千切りになるかな。そしたら人参はこの半分の長さに切っておきます。やっぱり結構千切りになってしまった。気合が入って。そしたら次はほうれん草です。ほうれん草はここの根元の部分を切り落として、ここの根元の部分にすごく砂が溜まりやすいので、保育園で調理する場合は水を3回変えてよく洗います。よく洗ったほうれん草はだいたい 2,3 センチ幅に切っていきます。葉の部分はこれだとまだ長いので、もう少し横と斜めに刃を入れて小さく切っていきます。保育園で調理してた時はこの葉物のね下処理が一番大変なんですよね。砂もついてるし、この葉っぱの部分に虫がついてたりしてよく見なきゃいけなくて、もう葉物が大量に来た日はすごい時間がかかってました。そしたらほうれん草はボウルに入れておきましょう。結構ねばらけるので、バットよりもボウルの方が後から茹でやすいと思います。それから今日はツナ缶を使っていきますので、油を切っておきます。でツナは水煮タイプもあるんですけど、こういう油漬けって書いてある油漬けタイプの方がおすすめです。お子様って口の中でパサつくものが苦手な傾向がありますので、油漬けの方が水煮よりも口の中でまとまりやすいので、基本的に保育園でツナ使う時は油漬けのものを選ぶようにしています。で本当はこの油にもお魚の旨味がたくさん含まれてて、お魚の油ってすごくいいので、このまま食べた方がいいんですけど、保育園の場合はこの脂質のねバランスとかもありますので、今回は油を切ります。そしたらお鍋に水を入れて、ここに人参を入れて茹でていきます。人参入れたら火をかけます。人参他の動画は熱湯から茹でてたと思うんですね。本来は根菜類っていうのはこういう風に水から茹でた方がいいです。ただ保育園の場合は切っている間にお湯を先に沸かしとくっていう同時進行でやってるので、人参が切れるまでにお湯がねもう沸いちゃったりするので、それで結構お湯から茹でるってことが多かったです。なんか自分で動画見てて、そういえばこれを言ってなかったなと思って、調理にね時間がある場合は根菜類は水から茹でましょう。人参沸騰してから今2分経ったんですけど、柔らかくなっているので、これでざるに引き上げていきます。次はほうれん草を入れていきます。ほうれん草は沸騰したお湯に入れていきましょう。ご家庭でやるときは量が少ないので、人参もほうれん草も電子レンジ加熱でも大丈夫です。野菜に含まれている主にビタミン C なんですけど、お子様の免疫力とかにも関わってくるビタミンなんですけど、そのビタミン C っていうのがお水に流れやすいっていうのと、あと熱に弱いっていう特徴があるんですね。1分茹でたらだいたいほうれん草のビタミン C が70% ぐらい残るんですけど、2分になったら 60%、3分になったら 50% っていう形でどんどんその残っている栄養素が少なくなってしまうので、あまり長く茹ですぎないっていうことも一つのポイントです。ほうれん草は入れてから2分経ったら引き上げていきましょう。そしたら茹でた野菜をよく水で洗って冷ましてから水気を絞っていきます。で先ほど言ったようにね、水に流しすぎも注意なので、冷めたらもうすぐ引き上げましょう。そしたら調味料を測っていきましょう。お醤油です。
とここにお砂糖です。と最後はお酢です。そしたらこれは一度加熱をします。お酢の酸っぱいのを少し和らげたいっていうのと、あとは馴染みやすくするために加熱をしていきます。で、本当はたくさんあるので小鍋に入れて火にかけるっていうやり方をしているんですけれども、今日は量が少ないので電子レンジで加熱していきます。ふんわりラップをして電子レンジで20秒加熱します。そしたら今日はですね、白ごまも使っていきます。で、白ごまはいりごまっていう書いてあるもの、もともとねいってあるものを使ってもいいんですけれども、さらにここで再加熱した方がごまの風味っていうのがまた出てきますので、保育園ではいりごまだとしてもいるっていう形をとってます。この間神戸で買ってご紹介したこのホーローの容器でこれでいりごま作っていこうかなと思います。でもなんかこれちっちゃいから熱くなりそう。大丈夫かな。どんがらがしちゃうんだ。これならいけるかな。燃えないかな。大丈夫かな。この網をね買えばいいだけの話なんですけど、まだ買ってないからやめよう。なんかこれに燃え移りそうだからやっぱ鍋でやります。慣れないことをしてはいけませんね。気を取り直して、ごまは弱火にしてフライパンを軽く振ってだいたい10分ぐらいこのまま炒っていきます。鍋を置いた状態で木べらで炒っても大丈夫です。どちらでも大丈夫です。だいたい10分いったら結構ねごまの香りとかがしてくると思います。あとパチパチって音が鳴ったり、そうなったら火を止めて、これでいりごまの完成です。さっき茹でた人参とほうれん草をよく水気を絞ってボウルに入れていきます。この間出したお弁当のレシピでこのレシピにしようかなって悩んでたんですよ。それぐらいねこれ結構おすすめです。ほうれん草ってごま和えとか鰹節混ぜたおかか和えとかなんかそういうメニューばっかりになりませんか。ワンパターン化するのを脱却するおすすめのレシピです。保育士の先生からすごいよく聞かれるレシピでもあって、ほうれん草苦手な子もこれだったらね結構パクパク食べてくれてたんですよ。で、この時に水気絞るのが甘いとすごい美味しくない和え物になるので、ここは手を抜かないでやります。ここが結構分かれ道。そしたらここに油を切ったツナを入れていきます。と白ごま、それから加熱した調味料加えていきましょう。もう絞るとこんなに少なくなるっていうね、いつも衝撃を受けるんですけど、ほうれん草、加熱した方がねこうやってかさが減りますので、野菜いっぱい取らなきゃっていう時は生野菜よりもこうやって茹でる方がおすすめです。いい香り。ツナとごまとこの調味料のいい香りがしてきた。葵の給食室。給食嬉しいな。お手でも綺麗になりました。それでは皆さんご一緒にいただきます。これがね美味しいんですよもう入れた瞬間に美味しい。これはねもうほんと全部がねもう絶妙なバランスです。このほうれん草の柔らかい食感と人参のちょっとシャキシャキした部分が残っていて食感もすごくいいですし、さらにそこにねこのごまのプチプチっていうのも加わって、もうこの食感のバランスはねとても良くなってます。で、さらに味もツナの旨味とこの調味料のお酢と砂糖のこのねバランスがバッチリあって本当にすごい美味しい。もうどんどん食べられちゃいます。これはほうれん草って結構高いのにこうやって茹でちゃうと少なくなっちゃうのがちょっとなっていうところあると思うんですけど、ここに人参を入れて少しかさ増しをして彩りと栄養価もさらに高くするっていうのと、やったことないんですけど多分これもやしをね入れても美味しいと思います。もうこれはね本当にもう作ってほしい。今すぐ作ってほしい。本当に美味しいから、ごま和えとかおかか和えばっかりになっちゃってるなっていう方いらっしゃったら、ぜひねこのレシピを使ってお子さんにほうれん草をね美味しく食べてもらってください。
今日も最後まで見てくださってありがとうございました。この動画面白かったという方はぜひ高評価、チャンネル登録、それからチャンネル登録をするとベルマークボタンが出てきますので、ベルマークを押してぜひ最新動画の通知も受け取ってください。それでは今日も元気にいってらっしゃい。